昭和17年11月、ガダルカナル島南方280キロ、レンネル島近海上空で、世にも稀な日米の巨人機同士1対1の激闘があった。空の戦艦97式飛行艇隊、空の要塞 B17 爆撃機、巨体同士が海面わずか30メートル、至近距離で殴り合った。日米指揮官の執念が生んだ45分間、両軍の記録に残る激闘を今振り返る。昭和17年10月11日、飛行艇乗りのベテラン羊隊員がソロモン諸島ショートランド基地に着任した。すると三浦司令から早々に注意を受けた。君も知っての通り、8月に津波で大艇隊がやられてしまった。我々はここショートランドに進出し、大社ができるまでは秋津島に寝泊まりしつつ、弔い合戦の気持ちでガダルカナル島周辺の哨戒を続けてきた。だがソロモンの戦闘はこれまでとは全く様相が違っている。空戦による2機関機が続出しているんだ。戦闘機に食われているようなのだが、敵機発見の電信を発して終わりだ。その後のことは全く分かっていない。着任後2日でさらに4機の大艇が帰らなかった。すでに仲間が16機未帰還だ。差し違えてでも俺が必ず未帰還を食い止めてやる。彼はもし敵機に遭遇したならば、必ずその正体を突き止め静観して対策を講じる、そう強く決心した。ここに激闘の幕が上がった。そして11月21日朝、運命の日を迎えた。アメリカ軍の状況を見てみよう。羊隊機と交戦することになった機体はアメリカ陸軍第13航空軍傘下の第11爆撃航空軍に所属する B17E である。この部隊は日本軍のハワイ作戦により7割近い大打撃を受けたが、驚異的な速度で再建、1942年の7月頃からエスピリトーサント島へ移動し、日本軍拠点への爆撃、ガダルカナル島周辺の哨戒任務を実施していた。機体の愛称はミスフィット。太平洋戦域で損傷した2機の B17 の前半分と後ろ半分を埴に合わせて再建された機体で、継ぎはぎだらけで故障が多かったことも意味する気肉の利いた命名だ。指揮を執っていたのはロバート・スミス中尉。スミス中尉の特筆すべき点は、爆撃機としての防御に徹するだけでなく、敵飛行艇を発見した際には積極的に攻撃を仕掛け、これを無力化しようとする攻撃的な戦術思想を持っていたことである。ここに日米双方の指揮官による逃げ場なき決闘の舞台が整った。昭和17年11月21日朝7時、羊機が哨戒に出発。ここで97式飛行艇について紹介しておこう。本機の開発・製造を担ったのは飛行艇の名門、川西航空機。現在の新明和工業だ。試作機が完成し、海軍に受領されたのは後期1597年、昭和12年。この完成年にちなみ、97式の名を冠した。その姿は細長い胴体にパラソル式の主翼を冠した極めて優雅。翼幅は約40メートル。これは現代のボーイング737型旅客機約36メートル、思う上回る巨大さだ。巡航速度は時速約 220km。特筆すべきは圧倒的な航続性能だった。最大6700キロという数字は東京からハワイのホノルルまで無着陸で到達できる距離だ。長距離任務を支えたのが艇体内部燃料タンクにプラスして、翼内燃料タンク、インテグラルタンクという構造だった。搭乗員は9名、機内には簡易的な寝台やトイレも完備されていた。武装は機首、胴体両側面、上部に 7.7 ミリ機銃を各1艇、リブに20ミリ機銃1艇を専用の旋回銃座に装備した。特にリブの20ミリ砲は後方から接近する敵戦闘機に対する強力なカウンターとなった。
長、機体、エンジンともに丸。帝国に反転点に到達の予定です。よし、そのまま維持。索敵船の反転点までは約2時間。飛行艇は鏡のような海を眼下に悠然と飛行していった。Roger, Cactus. We see him. A big Mavis at 2 o'clock high. Going down for the kill. Out. 羊機が哨戒圏ギリギリのガダルカナル島の手前180キロまで迫った時だった。ボーイングだな。戦闘機を呼ばれる前に決着をつけるぞ。機種を B17 に向けて突っ込んでいく。2機は交差するようにすれ違い、互いの銃座で撃ち合った。羊隊員とスミス中尉の一騎打ち1回目。すれ違いざまに放った大艇の20ミリ弾が B17 のエンジン1機に命中。スミス中尉機は一旦戦闘空域を離脱する。幸先よし。今日は忙しくなるぞ。今のうちに腹ごしらえしておけ。誘導機を追っ払えば敵戦闘機との接触はあるまい。ミナーンドの色を浮かべ、海はし弁当を食べるのだった。通常のパイロットならばエンジン3発で飛行となったら直ちに帰投するであろうが、スミス中尉は違う。彼は戦闘を諦めなかった。 We will jettison fuel and bombs to lighten the aircraft. Let's hunt him down. We'll definitely shoot him down. B17 の巡航速度は360キロ毎時で、97式大艇よりも約140キロ速い。大艇は追われたら逃げきれない。この後彼は40分近くかけて羊機を追跡する。とてつもない執念だ。右後方より敵機近い。大艇の後部重視が突然叫んだ。空戦だ。空戦用意。通信員が非連装で敵機右を送信する。タンク室、炭酸ガス充填。高度30。前方のスコールへ向かえ。後部重視用意よし。その時スミス機が高速で先回りし、進路をクロスして攻撃してきた。12.7 ミリ弾の雨が大艇をかすめる。海面に機銃弾の水柱が立つ中、急旋回で車線を回避する羊機。 Target in sight. A big Mavis is right in front of us. All gunners, open fire. Damn it. The range is too far. We gotta get closer or we'll never hit her. 第一撃、第二と射撃するが、なかなか羊機に致命弾を送り込めない。下方攻撃となると射角の関係で腹部下方の2門しかない。長いはできない。スミス機は高度30メートルの導光線に持ち込むことを決めた。互いの横腹を見せ合っての銃撃戦、まさに巨人機同士の殴り合い。先に機体が悲鳴を上げた方の負けだ。戦闘機の戦いは3分で終わることが多いが、大型機同士の空中戦は運動が大きいために長時間の戦いになり、ずっとしんどいと言える。互いに円を描きながら攻撃し合うこと30分余り。致命弾を与えられていないが、機体にダメージがたまり始める。速度が落ち、旋回が鈍くなり始めた大艇を B17 が捉えた。大艇はリブを向けるように旋回し、回避する。 I'm closing in. Get ready to shred that. ついに大艇のエンジンが炎上。だが炭酸ガスを充填したためか、すぐに炎は消えた。やられた。畜生。 12.7 ミリ弾が搭乗員席を射抜き、電信員と統制員が重傷。低底キールに30センチの大穴が開いた。とっさに機銃士が電信員に飛びついて止血している。飛行士、
俺のマフラー使え。タンクがやられた。3本のガソリンタンクに穴が開き、ガソリンがシューッと噴き出している。こいつだ。ミキ艦の原因は B17 との空戦だったのだ。こいつを叩き落とせ。最後は体当たりをやるぞ。いいな。羊隊員は最後は敵のコックピットと撃ち合う覚悟で銃を取り出した。その頃スミス機もまた限界だった。負傷者が続出し、機銃弾も撃ち尽くしていた。 Ammo's dry. If we can't shoot him down, we'll crush him. Brace for impact. 急に副操縦士が急に左旋回に舵を切った。突っ込んでくる B17 を衝突直前で回避。空戦開始から45分後、ついに決着の時を迎える。副操縦士が回避した際にスミス機が大艇のビブを接近状態で通過した。その隙を逃さず大艇の全銃座がスミス機を銃撃した。スミス機の銃座はあらぬ方向を向き沈黙していた。スミス中尉は帰投を決断。左舷エンジンが完全に停止、弾痕多数の大ダメージであったが、3時間後エスピリトーサント島に無事着陸した。基地に打電。 B172 機と約2時間交戦。重傷2名。被弾多数。燃料漏れ。残2時間。基地の南東370キロを帰投中。不時着するやもしれず丸9二丸。報告は悲壮なものだが機内の空気は明るかった。重傷の2人を励ましながら神に祈り飛行すること約2時間。基地が見えてきた途端副操縦士が泣き出した。2時間にわたる死闘の末大艇は満身創痍であった。燃料タンクは撃ち抜かれ床にはガソリンがたまり、羊隊員のすぐ横の壁には焼けた 12.7 ミリ弾がめり込んでいた。浸水を防ぐため搭乗員たちが自らの体を艇底の大穴の上に投げ出し、身をもって防水に努めた。地上では司令以下全員が待っていてくれた。直ちに負傷者9号。よし、よくやった。重傷者2名を含む搭乗員9名全員無事に帰還することができた。9名が整列して報告。破損箇所を見ていた司令が呆れ顔で言った。君たちはついているね。よく戻ってこれたよ。被弾93箇所は全て致命箇所を外し、2番エンジンは発火の地に鎮火していた。17番目の未帰還機、それは永久欠番となった。今回の戦いは索敵機といえども強力な敵機と渡り合うには強靭な防御力が必要であるという痛烈な教訓を残した。これを受けわずか1ヶ月後には防御力の強化が図られた。燃料タンクに防弾ゴム、パイロット席、銃座に防弾鋼板の配置、20ミリ機銃火力の増設。戦時といえども異例の対応で川西の技術人たちの士気の高さも素晴らしかった。また今回の教訓は後に登場する2式大型飛行艇の完成度を高めることとなり、2式大艇が世界最強の飛行艇と称されるほどの重武装、重防御を備えるに至った背景にはこの日の死闘があったと言っても過言ではない。ご視聴ありがとうございました。励みになりますので動画を楽しんでいただけましたら高評価、チャンネル登録、ハイプをぜひお願いいたします。